こんばんは、鈴木つづみです。塗装、デカールを担当しています。よろしくお願いします。今回ちょっと長くなった組み立てと回収作業が終わったみたいですね。ささらちゃん、お疲れ様でした。さてと、これから本格的に塗装作業に入ります。エアブラシなどを用意しなくてはいけませんが、ただ、その前にですね、小さい部品の塗装を済ませておきましょう。色を塗るための準備をしています。塗装作業のため、部品の持ち手部分を用意します。ランナーからパーツを切り出しています。今回は主な小さい部品は、エアブラシで塗装することにしました。エアブラシの準備がちょっと面倒なのですが、塗装は吹き付ければすぐに終わるので洗濯に間違いはないでしょう。細かい部品に持ち手を付け終わりました。もちろん筆塗りもありますよ。小さい部品なので筆で塗装しても大丈夫です。もしはみ出したら、上からまた塗り直します。はい、小さい部品の塗装が終わりました。ちょっと休インターミッション。憩。ねね、すずみちゃん、前回の動画の冒頭に出ていた表みたいなもの。あれなんだったの？あれね、ブップ主から聞いたんだけど、マンダラチャート、またはマンダラノートというものらしいの。ふむふむ。ここではあまり時間が割けないので、詳しくはネットで検索してほしいんだけど。ふむふむ。真ん中に最終目的を書いて、周りにそのためにやるべきことを記入していき、外側に周りのやるべきことに関しての具体的な行動予定を記入すると、問題解決や状況を共有できたり、目標が可視化しやすいなどとメリットがたくさんあって、いろいろと便利なんだよ。なるほどね。大谷翔平選手がプロになるために高校生の時に使っていたらしいよ。それでね、それを知ったウップ主がね、これは使えると言って試しに今回の動画で取り入れたみたい。それはすごいね。このチャート、効果あるんじゃない？そうだね。とりあえず作業の把握にはうってつけじゃないかな。効果あったのかな？導入した割には、今回の動画制作なかなか進んでいないけど。まあ、いろいろあったんでしょうね。ウップ主も結構適当だから。それわかる。多分ウップ主、子供の時夏休みの計画を立てさせられた時に、全然計画通りにやらなくて8月31日に宿題を一気に済ませようとして、新学期に先生に怒られていたんじゃないかな。あははは、多分そうだよね。その時の様子が目に浮かぶよね。緩和球大、それでは塗装作業再開します。これからは本格的な塗装になりますが、まずは黒で影をつけていきます。塗料を用意し、薄め液で希釈します。作業の様子を流しています。モールドを基準にして線を描いていますが、まあ、適当です。ここで少々ミスをしても後で修正できますので、気楽に塗装していきます。前はこのような塗装はしませんでしたが、最近では欠かせない作業になりましたね。影の部分を塗り終わりました。次は一番多く塗る塗料です。ミスターカラー C308 グレー FS36375 を塗っていきます。これは機体下面、機体上面の明るいグレーの部分になりますね。それに加え、パイロンと造装も同じ色に塗ろうと思います。今回は下面1色と上面2色とレドームで4色機体に塗ることになると思ったのですが、下面色と上面色の1色が同じ色なので少しだけ作業が省けますね。さて、塗装を開始します。塗料を用意しまして、エアブラシは後ろのネジを回して塗料がほんの少しだけ出るように調整しておきます。そして少しずつ色をつけていきます。影の黒い部分への塗装も色の調子を見ながら加減していきます。仮に吹き付けすぎて失敗しても後から補修できますので、安心して作業します。普通に吹き付ける時よりは時間がかかりますが、
少量の塗料を吹きつけるだけなので塗料が乾く時間は早く、すぐに次の塗装作業にかかれます。まあ、一長一短ですね。どのように塗装するのかは人それぞれなのですが、まあどのように塗るのかも違いがあって面白いですよね。はい、ミスターカラー308の塗装が完了しました。今度は上面色の濃い色の方、ミスターカラー C366 インターミディエートブルーの塗装を行います。ただ、その前にですね、マスキングを行います。フリーハンドで塗装してもいいのですが、いつもの通りなので、毎回おなじみですが、まずは両面テープを短くカッティングマットに貼り付けまして、これらをデザインナイフで縦にカットします。そして切ったものをくるくる巻いて小より状態にして、短くカットします。次は紙に線を記入した後デザインナイフで切り取って、先ほどの短くカットした両面テープを貼り付けています。端ではなくて、少し奥まった部分に貼り付けるのがコツです。これを機体に貼っていきます。必要に応じてマスキングテープを使って補修しています。こんな感じでマスキングが終わりました。これで上面色が塗装できます。それでは塗装に入ります。作業の様子を流しています。今回の塗料は、先ほどのグレーと同じく塗料の出る量は少なくしていますが、しっかりと色をつける予定です。しかし、不自然にならない程度に若干色ムラが出るようにはします。もし塗料がはみ出した場合は、もう一度塗料を吹いて修正します。はい。ミスターカラー366の上面色の塗装が完了しました。続けて作業します。再度マスキングテープを使ってレドーム付近の塗装に備えます。今度はレドーム付近にミスターカラー306グレー FS36270 の塗装をします。これも先ほどの上面色と同じで、塗料の吹き出し量は少なくしていますが、がっつりと塗っていきます。でも、これ、色はついているのでしょうか。とりあえず塗装は終わりましたが、なんだか色が似ていたので同じ色に見えますね。ネットで調べた結果だったのですが、ちょっと失敗だったかな。というわけで、再度ネットや本で調べて、C335mm C グレーがタミヤカラーの XF20 と互換できそうですね。それではサイドマスキングを施して、エアブラシで拭きます。どうやらこれが正解だったみたいですね。レドームの再塗装完了です。そしてエアブラシ塗装の最後に、四角収納場所にミスターカラー317グレー FS36231 を塗装します。塗装前に周りのマスキングも忘れずに。はい、これで今回の塗装作業は完了です。あとは、デカールを貼り付けた後にクリア塗装を施しますし、前回作成した小さな部品の塗装をしなければなりません。それと最後の仕上げ塗装もありますね。塗装が終わったようだね。ささらちゃん、ようこそ。ねね、うっぷ主が呼んでるよ。わかった。作業は一段落したから今行くね。うっぷ主、呼んだかな？お、待ってたよ。塗装が済んだみたいでタイミングも良かったかな？なんかあるの？うん。次の作業に必要なものを持ってきたよ。デカールじゃない。これは最初に見たキットに付属していたものだよね。うん。そしてさらに、今回はこれを使う。え、何？これもデカール？うん。特注品だよ。なんでデカールをわざわざ注文する必要があるのよ。最初に言ったよね。途中で追加の作業はしないって。確かに言ったけど、こうも言ったはずだよ。トラブル発生などで必要に迫られない限りはと。どんなトラブルなのよ。ああ、今から説明するよ。昔、
至れりの製品を作ったことがあったんだけど、その時に使用したデカールが、どういうわけか、マークセッターでは南下しなかったんだよ。そんなことあったの？じゃあ、どうやって貼り付けたのよ？偶然持っていたこれを使ったんだ。何？これ？英語で書かれているね。海外製。デカール軟化剤だよ。試してみたら無事軟化して使えたんで。ただ前回作った時はこれで良かったけど、今回もまたマークセッターが使えなかったらどうしようかと思ってね。だから注文して軟化するデカールに作り直すという選択は、これを作ると決めた時点で持っていたよ。その軟化剤、今はもうないの？いや、あるよ。だったらそれを使えばいいじゃない。そうしてもよかったけど。もう一つの理由。付属のデカールに足りないものがあったんだよ。騎士の黒丸と、それとキャノピーにある白い三角のものがね。もちろん塗装でも表現はできると思うけど、デカールで再現した方がやりやすいからね。どうせ足りないものがあるのなら、いつそのこと作り直してもいいんじゃないかな。と思って今回これを頼んだわけ。もっとも、これは選択肢の一つであるから、ササラが言ったように付属デカールを使ってもいいと思うよ。いつもの軟化剤が使えないというのはあくまで予想のことだから、実際試したわけじゃないからね。じゃあなんであの時私に言わなかったのよ。だってササラ、追加の作業が加わるのを嫌がっただろ。追加の作業が嫌なわけじゃないよ。必要な作業であれば仕方ないし。ただこの前の試練のように、説明書通りに仕上げても問題ないのに。いきなり塗料の変更や違うデカールで別の作例に指定したり。あの時も勝手にボディの色を変更するからね。だから必要ないなら説明書の通りに仕上げた方がいいと思っただけ。なるほどなるほど。それは悪かったね。だけど、今回は必要なものじゃないかな。まあ、今回はね。ただ、次からはちゃんと知らせてよ。わかったわかった。もちろん私も不必要に手間をかけるのは好まないよ。デカールを作り直すにしても時間がかかるし、お金もかかるからね。そうなんだ。知らなかった。おいおい。今回はここまでだね。時間がかかったけど、ついにここまで来たね。ところで、本当にこのデカールマークセッターで軟化しないのかな？どうだろうね。なんなら次回の動画で試してみようかな。あ、それいいね。じゃあ決定だ。つづみ。デカールを使うときについでに頼む。ガテン承知のスケスケ。なんだ？さあ、前回の動画でも似たようなこと言っていたからね。そうなのか？じゃあ、そろそろ。それでは。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。